こっちの方がいい。あれ、はい。すごい。これって本物ですか？本物。アンプにつないだらどうだって皆さん。そこですよ。はい、どうも始まりました、本日スペシャルゲスト正木隆さん、お久しぶりです。よろしくお願いします。本当久しぶりですね。いや、もう前回ね、正木さんのボード紹介動画ありがとうございました。こちらこそたくさんの人からすごい見たよっていう。あ、本当ですか？嬉しかったです。いや、本当もうありがとうございます。今回なんですけれども、はい、こちらエニグマティックリリースされて結構経ってるんですけれども、これの紹介してほしいなってコメントいくつかいただきまして、これあれですよね、ダンブル系って言われるんそうなんですよ。一度も聞いたことないんです。ああ、そうなんですね。2人で今日一緒に試していきたいと思います。よろしくお願いします。はい、つながりました。はい。早速もうアプリもつないでおりまして、これまでの UAFX シリーズでもそうだったんですけど、このアプリからの操作というか、アプリからしか操作できないようなパラメータもありまして。でも、ここにあるやつでもできるんでしょ？大体大事なやつはここでできますね。どんな音するんだろう、これ。じゃあ、今ですね、プリセットを設定してますので。今はどれくらいですか、ギターのボリュームは？今7にしてますよ。7でこうクリーンが出る感じですね。僕実はね、実機弾いたことがあるんですよ。僕が弾いたのももう随分前のやつで、ダンブルのオーバードライブスペシャルでしたけども、割とプルテンにしてこれぐらいでした。僕が弾いた答えは。あ、そうですか。もう結構こうバイト感が出るんですね。はいはいはい。一般的なそのハワード・ダンブルと言われるものをイメージしてる人には、この1番目のプリセットで多分もしかしたら分かりやすいのかなって今思いました。このエニグマティック結構歪むんですよ、これ単体で。例えばちょっとプリセットでもう一個。ハーフトーンで良さそうだね、これ。ちょっとレスポールも今日お持ちいただいているので、この音のまま一回レスポール聞いてみていいですか？こっちの方がいい。ああ、そうですよね。僕はこっちの方がそのいわゆるらしい。らしい。僕もこのプリセットを聞いた時に、これ多分ハムつないだ方がいいなってちょっと思って。なんか自分が思ってるダンブルっていうアンプのイメージはこちらの方が近い。じゃあここら辺のパラメータをいじっていこうと思うんですけども、ぜひ、アプリもこっちのエディットモードにしまして、ベースミドルトレブル回してみますので、どういうふうにちょっと変化するか一回聞かせてください。はい。結構この中だけでも十分そのアンプっぽく、いやもうアンプっぽく動きますね。これでもしまだ明るければ、このオルトを入れて、ここでブライトで、こっちでプレゼンスっていうところがありまして、ブライトは4パターンこれブライトオフです。でプレゼンス、これいい。すごいアンプっぽいですよね。ここでルームを足す。ちょっと歪ませますね。さらに今これジャズっていうモードになってまして、これロックってやるとさらに歪むんですよ、こっから。
後でですね、皆さんにお見せしたいものがあって、こちらですね、これ接続順なんですよ。中でこの順番でつながってるっていうこの絵を知っておくと、パラメータの調節がめちゃめちゃしてみていいめちゃめちゃ楽になりますギターの直後にアンプのまず 50W とか 100W とか選べるところがありまして、アプリで選べるんですね。この一番上の部分でここから4つ選べるんです。それは普通の実機と同じようにヘッドルームの広さ、あ、そうです。50W の方がちょっとコンプ感があるし、100W の方がこうバーンってヘッドルーム広い感じで。なるほど。50いきますね。でその次の段階がノーマルと FET ブーストっていうのがあって、今ずっと FET ブーストしてたんですけど、これブーストなしにすると、こっちの方がすごくなんかリアルなアンプっぽい。そうですね、で FET ブーストもこの度合いが選べて、このちょっと弱めにブーストするとちょうどよかったりするんですよ。多分、オンにしてこれぐらいの設定にしといた方が、多分扱いやすいですね。そうですね。で次がプリアンプブーストっていう部分で、これがですね、これ基本オフの方がいいんですよ。オフだと下に行きますと、で次がトレブルミノルでさっきの EQ ですね。はい。でその後にジャズかロックかっていうさっき切り替えたスイッチのところがありまして、そこの中でトーンスタックのタイプっていうのがこの中でね、またいろいろこう選べるんですよ。結構幅広く使うユーザーの楽器の特性に合わせた設定ができるっていうのは、ある意味ハワード・ダンブルの根本的に持ってる、その人に合わせたそのオーバードライブスペシャルっていう部分では、ここまでやっぱできて初めて進化が発揮するのかなって今聞いてて思いました。でちょっとキャビネットを聞かせてください。そうですね。じゃあ続いてキャビいきましょうか。今やってたのは 1×12 のグリーンバックのリボンマイクでのマイキングだったんですけども、ちょっと改めて聞くと。続きましては 2×12 の英国製 65W。なるほど。これもいいですね。奥行きが出る。出ますね。続きましてもどんどんいきますよ。いっぱいあるんで。EV12。これはエレボイかな。エレボイですね。これいいな、これ。これな、全部いいんですよね、大体。続きまして、4×12 の UK ですね。V30。ミドルが少しこう削れて、だいぶ現代に近づいてる。そうですね。2×12 の JBF120。クロスオーバーの音が。1×12 ブラック EV12。あんまり体験したことがないなんか音の粒の立ち方してますね。そうですね。なんかコンデンサーで撮った感はすごいありますね。4×12 のグリーンバックのスピーカーということで。あまり僕はやらないパターンですね。そうですか。次が JBL ですね。1×12 の JBL-C125 を421のダイナミックマイクでマイキング。来ました。ダイナミックって感じですね。そう、ちょっとパリッとしてて、しかもその JBL のちょっとミドルが飽和するところをこう綺麗にこう整えてる感じはしますね。マイキングのところでね。じゃあラスト 2×12 D の 2×12 密閉型。
ほど。もうこれでも好みですよね、全部。うん、いろんなギターによったりとか、前に例えば歪みを使うとか、そういうので調整していくと、これはこれ、これはこれっていう組み合わせが生まれるような気がしますね。一発で使うんだったら、前半に出てきたようなやつの方がよりストレートに。一発目すごいやっぱ安定感はありましたね。続きましては、いろんなエフェクターをつないでちょっと遊んでみようかなと思って、今ちょうどここゼロにしたんですよ、オーバードライブ初めて。これ完全クリーンです。はい。いいじゃないのこれ。なんでみんなこれをやらない。多分ね、みんな僕らの世代が思ってるハワード・ダンブルって、フェンダーを改造してフェンダーよりもより太くっていう部分だとこれが最も近い状態なのかなと今弾いてて思いました。なるほど。僕が弾いた個体もこんな感じでした。こんな感じでした。おお、じゃあこのオーバードライブゼロ設定は結構ありってことですね。で今日ねちょっとね正行さんに来てくださいからとっておきのペダルを用意したんです。じゃーん。あれ、はい、すごい。これって本物ですか？本物。今日正行さん来てくださるからカージアンの北良君っていう彼からですね、なんか貸してって言ったらこれが。うわすごい。これも遊びですよ。ここは完全に遊び。もちろんです。遊び。もう仕事の感じではないです僕。であとねこのチューブスクリーンはこれも。はい。これ時代的に合ってる。いや松崎さんのテンションの上がり方がやっぱこういう楽しくなるツールっていうのは大事ですよ。これやりたくなっちゃうねこれ。ってやりたくなっちゃう。プレゼンスとかがちょっとなんかきつすぎるなっていう方とかやっぱりこう手前になんかが入ってるとそこで結構トリートメントっていうかいらないとこ落としてくれるんで。いや整ってます。ですよね。さあつながりました。これ大丈夫かな。これはやばいっすよ。やばい。でもちゃんとビッグマフの踏んだ時の音出てますね。まあ出てるけどこれはもうこっちの癖が強すぎちゃうね。これぐらいその癖があるものをしっかりやっぱり受け止めるヘッドルームの広さっていうのは。そうなんですよ。ほらちょっとやりすぎてみました。でもすごいね。ちょっと触ってみてもいいですか？いいですよ。反応もいいしいやこれちゃんと受け止めてるエニグマティック、これすごいですよ、そのヘッドルームの余裕っていうか。そうですね、それはすごい感じますね。このビッグマフをアンプでつないでマイキングしてこういうかっこいい音取るのむっちゃ難しい、これ LINE でできてるのはすごいです本当に。さあ、はい、つながりましたね。小さな巨人が。もう来ましたね。これもういいですからね。僕結構好きですこれ。ラ
リー・カールトンになりますこれシングルコイルちょっと聞いてもいいですか？はい。これちょっとアンプ歪ませますね。いいですね。シングルコイルにはやはりこうやって前段にある程度のプッシュするものがあって、アンプを軽くドライブさせると、まさに、すごく良くなると思います。じゃあ松崎さん、最後に、アンプにつないだらどうだって皆さん、そこですよ。いや、そうなんですよ。絶対気になってると思って、でいつもこのマッチレスでやるんですけども、今日は JC リターン出ししました。さあどうだろう。じゃあ、僕の好きなクリーンのセッティング。はい、そうですね。今オーバードライブ0で。出てるじゃないの。巻き弦の感じが JC じゃないですね。これがいわゆるムチムチした感じ。一個ずつの弦がこうファットに聞こえる。シングルコイルでこれが出てるっていうのは、いいですよね。じゃあ、いや、行きましょう。行きましょうか。こいつですよ。この2個でいいですね。JC のリターン出しってここのリバーブは使えるんで、今実はうっすらかけてたんですけど、なるほど。これ上げると途端に気持ちよくなるんですが、オーバードライブ入れますね。このままでいいかなというわけで今回紹介させていただいたエニグマティック、概要欄にリンク置いてますので、気になる方はぜひチェックいただければと思います。気になってます。じゃあチェックお願いします。本日スペシャルゲストも松崎さんでした。もうありがとうございました。とんでもないです。めちゃめちゃ楽しかったです。もうギターが素敵すぎました。ありがとうございました。それじゃあ皆さんまたの動画でありがとうございました。